大キングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回はね、話題の楽天モバイルについてですね、どうして契約すべきなのかについて、お話ししたいと思います。楽天モバイルってそもそも何なのっていうところからですね、実際のプランとか見つつ、他社とかね、他社と比較もしつつですね、具体的なね、内容も、解説しながらですね、で、僕は実際に契約して1ヶ月ちょっと使ってみましたので、使った感想というか、デメリットとかも、全部含めてね、正直にお話ししたいと思います。で、こちらのチャンネルでは、普段は Apple 製品のリークだったりですね、賢い買い方ですね、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、僕も含めて皆さんと一緒にね、IT リテラシー高めていければと思っておりますので、まだ、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録していただいて、最新情報を受け取ってください。で、一番右の通知ベルもね、オンにしていただくと、最新情報がすぐ届きやすくなりますので、ぜひ、こちらおすすめでございます。今、楽天モバイルがね、話題ではあるんですけども、なんかちょっと聞いたことあるんだけども、なんとなくちょっとわかんないなっていうね、方にね、ちょっと解説しますと、もともとはその格安 SIM、電波の品質とかですね、と価格もちょっと安めで、要するに大手の三大キャリアですね、ドコモとか、ドコモ au、ソフトバンクから借りた電波で安い価格で使えるっていうね、要するに格安 SIM の会社の一つだったわけなんですが、それがですね、昨年の2020年の4月に、4つ目の通信キャリアですね、いわゆる第4のキャリアとして楽天モバイル、これ正式に参入しました。ただやっぱね、まだ参入して浅いっていうこともあってですね、まだまだ使えるエリアとか狭いということで、2980円で月額ですね、使い放題っていうね、プランをそもそも出してたっていうわけなんですが、ただね、ちょっと風向きが変わりまして、政府ですね、名指しで、その当時の官房長官、菅官房長官がですね、大手キャリアちょっと儲けすぎだろうみたいな。高くないか。しかも菅さんも総理大臣になりましたし、そもそもその料金ね、下げれる、4割ぐらいは下げれる余地があるだろうみたいな。そこら辺がちょっときっかけだと思うんですけども、要するにその公共のね、スマートフォンの、電波なんで、もうインフラですよね。そういうような企業はですね、利益率がその 20% ぐらいあると。それはどうなのかと。はい。実際コロナ禍でもですね、営業利益が各社3000億円ずつぐらいあるんですよね。それどうなのかというのが、もろもろありまして、そのキャリアがですね、軒並み月 20GB で、2980円とかね、そのぐらいのプランを、最初ドコモのアハモがね、出したことによってですね、どんどん出してくると。そうなってくると、もちろん使えるエリアが狭いですね、楽天とか、めちゃめちゃピンチなわけですよ。だって値段一緒なのに、向こうの方が品質がいい。じゃあ、大手キャリアのね、アハモが契約しますよねってなっちゃうと。はい。じゃあ、それに対抗して出てきたのが、話題に今なってるですね、楽天アンリミット6っていうものですね。これが新プランになってまして、僕もね、もちろんアンリミット6契約したので、正式には4月からなんですけども、1ヶ月ちょっと使ってみた感想っていうね、こちら後ほどもちろん正直にお話ししますが、プランの内容とかね、見ていきたいと思うんですけど、最初はね、さっき言ったドコモのアハモが始まってですね、で、今実際、au ですね、au の、ポボだったり、ソフトバンクも、LINE と組んで、LINE もっていうね、ものを出してきましたと。プランもね、ちょっと見てもらうとね、わかるんですけども、一番上が料金ですね。プラン料金。大手3社ね、もう横並びなんですよね。はい。もう20ギガで、大体もうこの3000着ぐらい税込みで。で、アハモだけ、これなんでちょっと高いのかっていうと、5分のね、かけ放題が、最初からこれついてるんですね。他は、プラスで500円払えば付けれるっていう形でですね。微妙に高いんですが、基本的なんで、もう一緒ですよね。不思議なように横並びという感じなんですが、じゃあ、楽天モバイルはね、何がね、違うのか、何がすごいのかっていうとですね、まず 1GB まで無料です。はい。つまりタダです。ついに楽天がね、ボランティアですね、事前事業を始めたと。これ1ギガに関して言うと、面白いデータもあって、月間のデータ使用量ですね。みんなどれぐらい使ってるのかっていうところなんですが、だいたい1ギガバイト未満の方が 70% とか。で、3ギガ未満とかなると、9割ぐらい3ギガ使ってないと毎月。なんかちょっと少ないかなと思ったんですが、もうこれなんかデータがよく見たらなんか2014年のもんなんですね。これ確か OCA のモバイルさんのサイトにあったと思うんですが、今もう2021年なんで、使用量はね、増えてると思うんですが、ただまだ 50% ぐらいはね、1ギガ未満の方いるんじゃないかなと思いますね。で、楽天のプランに戻るとですね、さっき言った1ギガバイトまで0円で、使った容量によって価格が変わるっていうところで、面白いところなんですが、これ非常にいいところなんですけど、1ギガバイトまでさっき言った0円で、3ギガバイトまでだと980円ですね。全部税別なんですけども、で、20ギガまでが1980円で、それ以上は2980円。ただそれ以上使っても、特に容量の制限はないということで、何がね、すごいかっていうと、使わない分勝手にね、安くなってくれるんですよ。値引いてくれると。はい。で、下手したら、さっきのデータから見ると50%ぐらいの人は、もしかしたらタダになるんじゃないかと。
そういう可能性も秘めてると。ただ一応条件もあって 1GB まで、その無料になるっていうのは1人1回線までですね。なんで例えば僕が、今1つ回線ね、契約してるんですけど、もう1個契約するってなっても、1GB までは980円っていうね、形になります。なんで1人、1個までっていうね。とこですね。で、また今言ったのはその楽天回線を使った時の、話ですね。いわゆる楽天が自社で持ってるその回線のエリア内で使った時の容量っていう条件付きです。はい。じゃあその楽天回線のエリアの外ではじゃあどうなるのかっていうことなんですけども、その外に出ると、パートナー回線という au ですね。au の回線、借りてるんですけど楽天が、5ギガまでは、高速通信で使えると。じゃあ逆にじゃあ5ギガバイト超えたらね、使えなくなるのかっていう、そういうわけではなくてですね、一応低速にはなるんですけど、1Mbps ですね。低速モードでものになると。これなんで、一応ネットサーフィンとかギリギリできるんですけども、動画とか見るのは正直、しんどいですね。はい。っていうぐらい。使えなくなるってわけではないです。逆に言えば、その楽天エリア内ならもうかなり無双っていう感じですね。一応1日 10GB までっていうね、一応制限はあるんですけども、10GB を超えることはないですね。なかなか。はい。なんで、マックスで、例えば31日間だと月間で300GB ぐらいはね、使えるということになりますね。はい。じゃあその楽天のエリアっていうのはね、どこなんだっていうところなんですけども、対応エリアについては、もちろんサイトに載ってますので、ちょっとお住まいの場所とかをね、まずちょっと確認していただきたいんですけども、基本的に都市部っていうのはね、大体エリア入ってますね。僕は今都内にね、住んでるんですけども、地方とか、ただやっぱね、地方とか、やっぱもう山間部とかね、もうちょっと厳しいかなっていう、まだ対応エリアが少ないっていうところなんで、ちょっとこのエリアはちょっと気をつけていただきたいですね。はい。ただこのエリアが広がるまでですね、具体的には、1年間という形なんですけども、4月7日までですね、に申し込んでいただければ、1年間だと無料で、使えると。本当にこれタダですからね。ちょっと頭おかしい。なんで仮に月、例えば3000円とか、スマートフォン代かかってるとしたら、年間で3万6000円の節約。なんで、給料が本当なんか3万6000円上がったのと同じというか、はい。それ本当もう5000円とかね、6000円とかなってくるともうどんどん変わってくると思うんですけども、で、また、大手キャリアとかに、よくある、その、解約金とか、違約金ですね。した場合っていうのは、一切ね、ないです。ございません。あと、契約とかに関してもお金ね、1円も一切かからなかったので、かからないんですよ。はい。なんか事務手数料みたいな謎のお金とか取られたりするじゃないですか。そういうものもないと。しかも今契約すれば5000ポイントもらえると。おまけまでついてきちゃってね。どうなってんだって感じですけども、はい。なんで0円で契約できて、1年間無料で5000円もらえますと。どういうことだって感じですけど、ポイントはちなみになんか楽天なんかで市場でしか使えないとか思っている方もたまになんかいらっしゃるんですけども、普通にね、楽天ペイとかダウンロードして使えばですね、もうそのままコンビニとかで普通に使えるので、もうほんとなんかお金と同じ感じで使えますね。なんで逆にこれもう契約しない方が損なんじゃないかっていうね、レベルですね。もうちょっと狂ってるっていうか、どうしてじゃあこんな狂ったことがね、できるのかと言いますと、これを大手キャリアがどうしても価格下げてきたので、まず1個目としてはもうこのぐらいやるしか生き残る道がないっていうかね、こんぐらいしないとどうしてももうみんなアハモとかにもう流れちゃうんで、まず食い止めのためっていうのは、あると思います。大手キャリアとの競争ですね。一応楽天モバイルはね、決算見るとね、もう正直ただただもう赤字を垂れ流してる状態なんですけども、はい、これが一応実際の決算なんですけども、僕らでお家のその家計簿みたいな感じですね。一番実金のやつで、線の上側が利益なんですけども、450円、売上収益か。450円ほどあるんですけども、営業の損失ですね。が、720億円以上ということで、これ第4四半期なんで、2020年の、なんで10月から12月までの間で、だいたい300億弱かなぐらい赤字なんで、第4四半期に関してはだいたい毎月100億ぐらい赤字を垂れ流しているという。すごいですね、なかなか。どうしてもやっぱ2020年からね、参入して、基地局ですね、やっぱエリアを広めるために、基地局立ててるので、電波を広げるためにね、投資した分、なかなか赤字がね、やっぱ増えてるなっていうところなんですけども、決算見るとね、なんか赤字がただただ増えていくっていう、地獄状態なんですけども、ただ、他の事業がやっぱ楽天やってるのでね、好調なので、やっぱ大丈夫っていうところで、例えば、この EC 事業ですね、楽天市場が、やっぱこのご時世もあってですね、オンラインショッピングがね、めちゃめちゃやっぱ伸びてるんですね。国内市場でこれ第4クォーターか。だから第4四半期だけで 1.4 兆円とか。国内の流通総額ですけどね。昨年に関してはもう 20% で 4.5 兆円と。これ、もっとどんどん増えていくと思うんですけども、楽天の決算自体はね、一応、投資とか結構してるんで赤字なんですけども、その赤字の例えばモバイル事業とか物流とか、そこら辺除いていくと、大体 30% 以上は、増益というか、営業利益ですね。本業のところの儲けですね。営業利益は。伸びてますと。
あと、もう一個、好調なところで言うと、やっぱり金融系ですね。フィンテック系が結構伸びてまして、皆さんご存知の楽天カードとかももちろんですし、最近やっぱ楽天銀行とかをね、やってて、口座がですね、このなんかオンライン銀行で初めて100万口座、開設突破ということで、これなかなかね、やっぱ手数料ビジネスなので、結構儲かると思いますね、これは。で、またやっぱ楽天モバイルをね、さらにこう契約してもらうことによって、楽天経済圏言われたりしますけども、要するに他の楽天のサービスもそこから使ってもらいやすくなるっていうことで、モバイル事業というよりか他のものでね、使ってもらおうって感じですね。実際やっぱ楽天モバイルに入った方はですね、モバイルユーザーでない方よりも、俺やっぱ楽天市場でこうお金を使う額がやっぱ多くやっぱ購入する傾向があるとか、やっぱあるってね、決算資料とね、そこには書いてありました。ということで、ここから気になるので、1ヶ月じゃあ実際ちょっと、楽天アンリミテッド6使ってみた感想ですね。ちょっと楽天モバイルを契約する理由っていうのをなんとなくこう、いいなっていうのを分かってもいただけたと思いますので、実際ちょっと使い勝手ってところをね、正直にお話ししたいと思います。でまずはね、本当にじゃあタダなのかっていうところをね、見たいと思います。一応マイページみたいな感じで、マイ楽天モバイルっていうね、ログインすれば、いろいろ見れるんですけども、こちらが2月分の、これ本当ガチの請求書ですね。本当に、0円ですね。これ2月ですね。で、もし、料金がやっぱ請求されるであり得るとしたら、通話料、電話した時の料金、はい。一応専用の、楽天リンクでアプリ、ダウンロードして使えばですね、国内通話、ずっと無料、無制限で無料なんですけども、一応仮に例えば、普通の電話アプリとかで通話すると、30秒20円ですね。なんで楽天リンク使いましょうっていうところですね。もし使っちゃうと、請求される可能性はあります。次は、じゃあデータ使用量ね、ちょっとどれぐらい使ってるのかね、ちょっと個人的にも気になるので、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、僕多分結構使ってる方だと思いますね。2月11日からちょっと契約したようなので、2月28日までが、大体18日くらいで、12GB 大体使ってまして、そのうち、パートナー回線ですね。要するに楽天回線以外使ったのが大体 0.3GB。はい。一応僕は、ほとんど都内にいたので、都内っていう前提だとこんぐらい。若干なぜか使ってるっていうね。2月最初の方は、正直そこまで使ってなかったかなっていう感じですね。で、3月に入ってですね、ちょっとどれぐらいいけるのかなと思って、結構ゴリゴリに、基本 Wi-Fi とかつなげたり使ったり前はしてたんですけども、今は全然基本的につなげずに、この楽天モバイルだけでやったらですね、1週間で 12GB ぐらい使ってました。はい。使ってますね。しかもこれ、特にテザリングとか、せずにですね、普通に僕使ってる iPhone 12 mini なんですけども、これでYouTube 動画とか見るので、結構そこら辺が、動画は結構ね、食うんだなっていう感じで。なんでこの感じだと、大体、月間 50GB ぐらいになりますけども、ちょっと僕の個人的な感覚ですけど、使った割にはなんか意外と、そんなもんだね、100GB ぐらいいくのかなと思ってたんですけど、今のところですけど、はい。一応楽天エリア内であればね、1日その 10GB まで、使えますので、なんで月間 300GB ぐらいね、使えると。はい。これで1年間無料っていうのがね、これめちゃめちゃ激アツですね。やっぱ都心にいる人は、都内ね、とか、やっぱそう、都市部にいる人は、これ絶対使った方がいいと思うね、本当に。はい。で、気になる通信速度ですね、関心なんですが、ちょっと僕思ってるより速いなと思いましたね。都内でとね、一応速度、計測にはなるんですけども、大体遅くても、20Mbps くらいは出てましたね。これ20ってどれぐらいかっていうと、大体スターバックスのフリー Wi-Fi で大体20ぐらいなんですよ。結構大体僕は測るんですけど。なんでちょっとスタバで繋いでみてください。もし気になる方は。で YouTube 動画とか、全然このぐらいあればサクサク。多分ね、YouTube の推奨が10いくつだったかな。10以上、Mbps 以上あれば、おそらく一応見れるっていう感じですね。ただやっぱ僕あんまそこまでね、パートナー回線エリアが行ってないんでわかんないんですけども、そのパートナー回線エリアですね。楽天回線以外のところでは、どうしてもちょっと借りてるね、回線だからなのかわかんないですけど、やっぱりスピードがちょっと下がる傾向、10Mbps 程度に、下がるようなので、あくまでちょっと楽天回線内での、スピードっていう感じで、捉えてもらえればと思います。はい。から、使ってみてちょっと気になった点ですね。ちょっとデメリット的なところ、言うとですね、通信速度とか、さっき言ったように全然問題ないんですけども、こうね、壁とかね、例えば窓がない、ちょっと奥まったような、カフェとかお店とか、そういうとこ行くとね、ちょっとやっぱね、繋がりにくいなとか、4本ある LTE がなんか1本しか立たないとか、
そういうのはね、ちょっとありましたね。はい。なんでやっぱプラチナバンドを、割り当てられてないので、楽天モバイルはね、非常にちょっとかわいそうなんですけども、その繋がりにくい、理由っていうのが、大手キャリアがね、基本的に持ってる電波の、周波数帯っていうのがあるんですね。いわゆるさっき言った、プラチナバンドっていうのね、基本政府からもらえるはずなんですが、それをなんかもらえてないと。楽天モバイルに関しては。はい。で、楽天のこの電波っていうのが、だいたい 1.7GHz 帯っていうものをね、使ってるんですけども、これ結構直進とかね、結構速いんですけども、まっすぐ強いんだけど、壁とかにめちゃめちゃ弱いんですよ。だって壁に当たるともうなんか消えちゃうみたいなものなんですが、なんで多分ちょっと壁とかにね、結構弱いっていう。面白い資料があって、楽天モバイルが総務省にね、はい。総務省が電波をね、割り当てるかどうか決めるんですけども、その総務省に出してね、なんか資料が出てきたんですけど、これ見てみるとね、楽天モバイルだけこれ全然与えられてないっていうね、一番下ですね。これ見るとなんかかわいそうだなっていう感じがして、1.7 以外全部ないっていう、かわいそうだな。これやっぱ見るとね、やっぱこれなんか大人の事情がね、あるんだなっていう感じですよね。やっぱ三大キャリア、ちょっとまだ優遇されてるというか、難しいところですね、ここは。はい。っていうところもあって、やっぱり壁とかね、壁でちょっと囲まれたようなところでは、ちょっと弱いことがあると。あとデメリット的なことで言うと iPhone のやっぱ 10R 以降、iPhone で言うと iPhone XR 以降じゃないと、使えないっていうところですね。例えば iPhone の7とか、8とかですね。iPhone X とかは使えません。10R 以降なので、例えば 10S とかはギリギリ大丈夫ですね。一応その iPhone が使えるかどうかですね。対応しているかどうか、楽天モバイルさんの専用サイトあるので、一応概要欄に貼っておきますけども、一応もし、不安であればこちらも確認してみてからね、ちょっと契約してみてください。でもデメリット的なところは、正直、それぐらいかなっていうところで、もちろんもうエリアかも本当にエリアに入ってるかどうかぐらいですね。あとは。基本的にだってさっきも言った違約金とか解約金とか一切ないので、1年間無料なんでね。やっぱりその楽天回線エリア内で使うともう完全に正直無双状態なので、はい。で、さっき言った4月7日までに契約していただくと、1年間無料っていうね、そういうのもあるので、正直その都市部の人は、本当もうマジでこれ契約した方がいいと思いますね。しかも5000円分のポイントついてくるって、どうなってるのって感じなんですけど、やっぱさっき言ったようにね、他の事業で儲かってるその分、楽天モバイルでもう一気にグワーってね、とりあえず契約取るみたいな、もうかなり暴挙に出てると思うんですけどね。はい。で、もし申し込みたいなと思う方であれば、もう早めにね、本当は申し込んだ方がいいと思いますね。はい。一応4月7日までってことなんですけども、おそらくね、この締め切りですね、4月とかに入ると、かなりね、やっぱ殺到するんじゃないかなっていうことがね、予想されますと。なので実際に今、楽天ハンドとかもね、iPhone の次ぐらいに、売れてるみたいなんですけども、はい。これ楽天のスマホなんですけど、今やっぱ入荷待ちだったりですね、実際2月にはなんかサーバーとか、落ちて、サイトに、繋がらないとか、あったりとかね、あとコールセンターも一応あるんですけども、なんかお客様サポートもなんか繋がらないみたいな、繋がりにくい状態もね、結構続いてたりするようなので、早めになんでやっぱ申し込んどいた方がね、できれば3月中に申し込んどいた方がいいと思いますね。一応、概要欄の方に楽天モバイルね、リンクだったり、今回のデータの参照元とかだったりね、実際じゃあさっき言った iPhone がちゃんと使えるかどうかの、リンクとかも、一応載せてありますので、気になる方はね、ちょっとご覧いただければと思います。はい、僕はあと、Twitter も、日々更新してますので、もっと最新情報ですね、もっとタイムリーなやつはこちらも、ご覧ください。フォローお願いいたします。ということで、こちらの動画少しでも役に立ったなと思った方はですね、ぜひ、グッドボタンだったり、チャンネル登録ですね、お願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。